ゆっくり解説。頼れる男の代名詞。名脇役ジョージ・ケネディ不滅の傑作映画ベスト10。ようこそ、ゆっくり解説へ。今回は、昭和の洋画劇場に欠かせない名バイプレイヤー、ジョージ・ケネディの不滅の傑作映画ベスト10を紹介するぜ。ジョージ・ケネディといえば、193センチメートルの巨体とこわもてだけど、スクリーンに登場すると不思議と安心感がある。どこか愛嬌があって頼りになるおじさんってイメージよね。私も大好きよ。そうだな。特にエアポートシリーズのパトローニ役で有名だが、実はその威厳ある風貌とは裏腹に、アカデミー賞を受賞した演技派でもあり、晩年はコメディ映画でも大活躍したんだ。今回はそんな彼の、主役を食うほどの存在感が光る名作を厳選したぜ。日本映画にも出ていたし、本当に幅広く活躍していたのね。彼のその独特の存在感は、見る者に安心感だけでなく、時には恐怖や笑いも与えてくれたわよね。どんな作品がランクインしているのか楽しみだわ。早速見ていきましょう。第10位。新荒野の7人。馬上の決闘。1969年。よし、ランキングをスタートするぜ。頼れる男、ジョージ・ケネディの傑作選。第10位は1969年の新荒野の7人馬上の決闘だ。あの名作、荒野の7人の続編3作目で、なんとジョージがリーダーのクリス役を演じているんだぜ。クリスって第一作ではユル・ブリンナーが演じていた役よね。スキンヘッドでクールなイメージだったけど、ジョージ・ケネディだと全然違う雰囲気になりそう。いいところに気づいたな。実は前任のブリンナーが続投を望まなかったため、当時、暴力脱獄でアカデミー助演男優賞を受賞して人気絶頂だったジョージが抜擢されたんだ。この作品での彼は前任者のような冷静沈着なタイプではなく、感情を顔に出し、人間味あふれる泥臭いリーダーを熱演しているのが最大の特徴だぜ。人間味があるリーダーか。具体的にはどんなストーリーで、彼の魅力が描かれているの？舞台はメキシコだ。独裁者ディエゴ大佐に囚われた農民の指導者キンテロを救うため、クリスは片腕のガンマンスレーターや、ナイフ使いのリーバイら6人の仲間を集めて刑務所、ネズミの巣へ向かうんだ。偵察中にディエゴが農民を虐殺する現場を目撃したクリスが、その残忍さに本気で憤るシーンがあるんだが、ここに彼の熱さがよく現れているぜ。義憤に駆られる姿は頼もしいわね。でも、相手は軍隊でしょ？たった7人でどうやって戦うの？そこが最大の見せ場だ。彼らは奪った軍服でメキシコ兵に変装して要塞に奇襲をかけるんだ。ダイナマイトを駆使した激しい銃撃戦の末、仲間が次々と華々しく散っていく中、クリスは最後に英雄は一度しか死なないという言葉を残す。これは仲間の死を清算するガンマンの矜持を感じさせる名台詞だぜ。スマートさはないが、包容力のある親父さんのような彼の姿は必見だぜ。第9位。アイガーサンクション。1975年。第9位は1975年のアイガーサンクションだ。クリント・イーストウッドが主演監督を務めた山岳アクションで、我らがジョージ・ケネディは主人公の旧友であり、登山パートナーのベン役を演じているんだぜ。イーストウッドとジョージ・ケネディの共演なんて豪華だね。でも、殺し屋で登山家ってすごい設定だね。ジョージはどんな役どころなの？やっぱり頼れる相棒って感じ？その通りだぜ。この映画でのジョージは、主人公の特訓を支える鬼コーチでありながら、最後まで運命を共にする重要なパートナーとして描かれているんだ。特に前半のアリゾナ州モニュメントバレーでの特訓シーンは見物だぜ。断崖絶壁を登るイーストウッドを、ジョージがジープで追い回して、もっと早く登れ、って知った激励するんだが、コミカルだけど迫力満点なんだ。ジープで追い回すって、スパルタすぎるでしょ。でも、二人の仲の良さが伝わってくるね。山登りのシーンもすごいの？後半のアイガー北壁のシーンは圧巻だ。CG のない時代に、実際にスタントなしで撮影された映像は、見ているだけでお尻がムズムズするほどの高度感だぜ。だが、物語は衝撃的な結末を迎える。実は、イーストウッドが探していた標的の正体こそが、
信頼していた親友のベンだったことが最後に判明するんだ。嘘でしょ？ずっと支えてくれた親友がターゲットだったなんて。悲しすぎるよ。それじゃあ、最後は二人が戦うことになるの？いや、そうはならないんだ。過酷な登山の末、他の隊員たちは滑落死し、生き残ったのは二人だけ。イーストウッドはベンが標的だと気づくが、友情を選んで引き金を引かない。殺し合いの虚しさと、男同士の奇妙な友情が残る。まさに、いぶし銀なラストなんだぜ。第8位、大地震、1974年。第8位は1974年の超大作、大地震だ。当時の最新音響技術、センサラウンド方式が話題になったパニック映画の金字塔で、主演はチャールトン・ヘストン。我らがジョージ・ケネディは警官ルース・レイド役で出演しているぜ。センサラウンド方式って、劇場が揺れるやつだよね。懐かしいなぁ。でも、ヘストンが主役なら、ジョージはまた脇役なの？今回はどんな頼れる男っぷりを見せてくれるのかしら。安心してくれ。この映画の真のヒーローはジョージ・ケネディだと言っても過言じゃない活躍ぶりなんだ。物語序盤では停職中のしがない警官として登場するんだが、大地震が発生して街が地獄へずと化すと、彼の行動力が爆発する。崩壊した街で略奪者を取り締まり、地下に閉じ込められた生存者の救出に誰よりも奔走するんだ。停職中なのに、誰よりも市民を守ろうとするなんてかっこよすぎる。まさに昭和の男たちが憧れる現場のヒーローだね。具体的にはどんな活躍シーンがあるの？特に印象的なのは、ヘストンと共に地下の生存者を救出するために削岩機を使って穴を開けるシーンだな。二人のタフガイが協力する姿は熱いぜ。そして何より、ラストシーンが対照的だ。主役のヘストンは濁流に飲まれた妻を助けようとして一緒に命を落とすが、ジョージは最後まで生き残り、被災者たちに希望を与える存在として描かれているんだ。主役が死んじゃって、ジョージが生き残るの？それはすごい展開だね。絶望的な状況でも最後まで諦めない彼の姿が、観客に安心感を与えてくれたんだね。ああ、彼が画面に出てくるだけで妙に安心してしまう。そんなパニック映画における守護神のような存在感を、この作品で見事に確立したんだぜ。第7位、サンダーボルト、1974年。第7位は1974年のサンダーボルトだ。主演はクリント・イーストウッドで、共演に若き日のジェフ・ブリッジス。そして我らがジョージ・ケネディは、主人公を執拗に追う凶暴な男、レッド・レアリー役で登場するんだぜ。またイーストウッドとの共演なんだ。でも、今回は頼れる相棒じゃなくて、主人公を追う役なの？いつもの温厚なイメージとは全然違いそうだけど。そうなんだ。今回のジョージは、まさに筋肉質の暴れん坊そのものだぜ。かつての強盗仲間だったイーストウッドが金を独り占めしたと勘違いして、冒頭から執拗に命を狙ってくる。でも、誤解が解けた後は、ジェフ・ブリッジス演じる若者ライトフットも加えた4人で、再び銀行強盗に挑むことになる。この敵対から共闘へという流れの中に、彼の人間臭さと恐ろしさが同居しているのが魅力なんだ。誤解して命を狙うなんて乱暴すぎ。でも、また手を組むなんて面白い関係ね。その銀行強盗って、何か特別な手口を使うの？ああ、そこがこの映画最大の見せ場だぜ。なんと、20ミリ機関砲を使って金庫の壁をドカンとぶち抜くんだ。ジョージ演じるレッドは、この大胆不敵な作戦の実行部隊として、汗まみれになって暴れ回る。繊細な演技というよりは、圧倒的なフィジカルと顔力で画面を制圧している感じだな。機関砲で金庫破り、それは豪快すぎるわね。でも、そんな荒っぽい計画、うまくいくの？レッドの最後が気になるわ。残念ながら、計画は些細なミスから崩壊するんだ。パトカーに追われたレッドは錯乱して、仲間のイーストウッドたちを殴り倒し、金を持って一人で逃走する。だが最後は警察に追い詰められ、デパートのショーウィンドウに突っ込んで惨めな最後を遂げるんだぜ。頼れる男のイメージをかなぐり捨てた、悪役らしい悲惨な末路も含めて、彼の演技の幅広さを楽しめる一作だ。第6位、
特攻大作戦、1967年。第6位は1967年の戦争アクション特攻大作戦だ。ロバート・アルドリッチ監督が描いた、死刑囚や重犯罪者たちによるナチス襲撃作戦の物語だな。出演はリー・マービン、チャールズ・ブロンソンなど、まさに男臭い汚れた12人が勢揃いだ。囚人たちを軍事作戦に使うなんて、すごい設定だね。でも、そんな危険なメンバーをまとめるのは大変そう。ジョージ・ケネディはどんな役なの？また囚人の一人？いや、今回は囚人ではなく、作戦を指揮するライズマン少佐の良き理解者、アーン・プラスター少佐役だ。結論から言うと、彼は囚人部隊を毛嫌いする軍上層部と、現場で奮闘するライズマンとの間で板挟みになりながらも、友人を信じてサポートする組織の理不尽と戦う理想的な中間管理職のような立ち位置なんだ。板挟みになりながらも友人を支えるなんて、人間味がある役だね。具体的にはどんなシーンで活躍するの？一番の見せ場は、囚人部隊の実力を証明するための軍事演習のシーンだな。正規軍を相手に、囚人たちが予想外の奇策で式場を制圧した時、ジョージ演じるアーン・プラスター少佐は、してやったりという顔でにやりと笑うんだ。堅苦しい将軍たちの横で、彼だけが荒くれ者たちの活躍を心から喜んでいるリアクションが最高に痛快なんだぜ。それはスカッとしそう。堅物の上官たちの中で、一人だけ理解者がいるって救われるよね。作戦自体はどうなるの？やっぱり激しい戦いになるの？クライマックスのナチス捕虜所襲撃は壮絶だ。地下に閉じ込めた敵をガソリンで焼き殺すという、戦争の非常さを容赦なく描いた展開になる。ジョージ・ケネディ自身は後方支援の立場だが、この任務における戦争の非常さと、それに巻き込まれる男たちの運命を見据える彼の眼差しには、彼らへの敬意と哀愁が込められているように感じるぜ。第5位、裸のガンを持つ男、1988年。第5位は1988年の大ヒットコメディ、裸のガンを持つ男だ。レスリー・ニールセン演じるドジな刑事フランク・ドレビンが暴走するパロディ映画の金字塔で、我らがジョージ・ケネディはフランクの上司であり良き友人、エド・ホッケン警部を演じているぜ。ジョージ・ケネディがコメディ？今までエアポートとか大地震でシリアスな役ばかり見てきたから、想像がつかないわ。今回はどんな役どころなの？実はこの役、彼は天然ボケの常識人という新境地を開拓したものなんだ。基本的にはフランクの奇想天外な操作に頭を抱える上司なんだが、彼自身もうっとりしていて、大真面目な顔でふざけた世界観に溶け込んでいる。シリアスな演技で培った威厳があるからこそ、そのギャップが猛烈に笑えるんだぜ。真面目な顔でボケるなんて反則だね。あらすじを読んだけど、エリザベス女王の暗殺計画とか、野球場への潜入とか、設定がはちゃめちゃすぎない？そう、そこが最大の見せ場だ。クライマックスでは、エンゼルス対マリナーズの試合中に女王暗殺が計画されるんだが、それを阻止するためにフランクが急進になりすまして試合を大混乱させるんだ。選手をボディチェックしたり、勝手にストライク判定したりとやりたい放題だぜ。そんな部下の暴走を、ジョージ演じるエド警部が真剣に見守っている構図も含めて、ナンセンスなギャグがてんこ盛りなんだ。野球の審判に変装して女王を助けるなんて、文字だけで見ても笑っちゃうよ。シリアスなパニック映画で活躍してきたジョージが、そんなおバカ映画で楽しそうに演じているのを見ると、なんだか親近感が湧くね。ジョージ・ケネディが出てくるだけで楽しい。と言わせるほど彼のコメディセンスはこの作品で広く愛された。高難どちらも演じられる名優としての懐の深さを証明した一本だぜ。第4位、シャレード、1963年。第4位は1963年のサスペンス映画、シャレードだ。オードリー・ヘプバーンとケイリー・グラントの共演で描かれる、パリを舞台にしたおしゃれなミステリーだが、我らがジョージ・ケネディは悪人の一人、ハーマン・スコビー役で出演しているぜ。オードリー・ヘプバーンの映画なの？おしゃれなラブコメかと思いきや、悪人が出てくるんだ。ジョージはどんな役？やっぱり主人公を守る頼れる男？いや、
今回は正反対だ。彼はオードリーを恐怖のどん底に突き落とすトラウマ級の悪役として登場するんだぜ。右手が義手の鍵爪になっている大男で、夫が横領した25万ドルの行方を探して、執拗に未亡人のオードリーを付け狙うんだ。義手が鍵爪って、見た目からして怖すぎる。オードリーがかわいそうだよ。具体的にどんな怖いことをするの？特に有名なのは、電話ボックスのシーンだな。中にいるオードリーに対して、ジョージ演じるスコビーがドア越しにマッチをすりながら脅迫したり、鍵爪で襲いかかったりするんだ。いつもの温厚な笑顔は一切なし。無表情で迫ってくる巨体は、サスペンス映画としての緊張感を極限まで高めているぜ。うわぁ、想像しただけでゾッとする。でも、そんな恐ろしい悪役も演じられるなんて、やっぱり演技の幅が広いんだね。最後はどうなるの？物語の中盤で、彼は何者かに殺害されてしまうんだ。だが、屋根の上での死闘や、義手が火花を散らすシーンなど、その最後まで強烈なインパクトを残している。頼れる男だけじゃない、ジョージ・ケネディの恐るべき一面を知るには最高の一作だぜ。第3位、人間の証明、1977年。第3位は1977年の角川映画、人間の証明だ。森村誠一のベストセラー小説を映画化した大作で、母さん、僕のあの帽子、どうしたでしょうねというキャッチコピーが一世を風靡した。我らがジョージ・ケネディは、ニューヨーク市警の刑事兼主負担役で出演し、松田優作演じる宗末刑事と共演しているんだぜ。あの有名なフレーズの映画にジョージが出てたの。しかも松田優作と共演なんてすごすぎる。ハリウッドスターが日本の映画に出るなんて、当時は大ニュースだったんじゃない？ああ、角川映画の圧倒的な宣伝力と豪華キャストは社会現象になったからな。この映画での彼は、当初は日本人刑事を見下していたが、捜査を通じて国境を越えた友情を築く哀愁の刑事を熱演している。ニューヨークでのロケシーンでは、宗末刑事と共に捜査を進める中で、互いの過去や傷を共有していく過程が丁寧に描かれているんだ。言葉が通じなくても心が通じ合うなんて素敵だね。でも、ただの友情物語じゃなさそう。ジョージにも何か悲しい過去があるの？鋭いな。実は宗末刑事の父親は、戦後の混乱期に進駐軍の兵士に暴行されて亡くなっているんだが、その現場にいた兵士の一人が若き日の主負担だったことが示唆されるんだ。宗末が鏡に映るジョージを撃つシーンは、言葉にならない憎しみと葛藤が表現された名場面だぜ。そしてラストシーン、ジョージ演じる主負担にも悲劇的な結末が訪れる。頼れる男が背負った罪と罰、その悲しい最後は涙なしには見られないぜ。うわぁ、そんな重い因縁があったなんて、ただの共演じゃなくて、物語の根幹に関わる重要な役だったんだね。日米の名優がぶつかり合う演技合戦。これは絶対に見なきゃ。第2位、大空港、1970年。第2位は1970年の大空港だ。航空パニック映画の金字塔にして、ジョージ・ケネディの代名詞、ジョー・パトローニが初登場した記念碑的な作品だぜ。パニック映画の金字塔。でも、主役はバート・ランカスターやディーン・マーティンでしょ？整備士役のジョージが、どうしてそこまで評価されているの？それが、彼こそがこの映画における真の守護神として描かれているからなんだ。猛吹雪で滑走路が塞がれ、上空には爆破テロで傷ついた機体が迫る絶体絶命の状況。周囲が諦めムードになる中、彼は頑固一徹な職人として、たった一人で常識外れの賭けに出るんだ。職人の賭け？一体何をしたの？彼は雪に埋まって動かない機体を脱出させるために、コクピットに乗り込み、上層部からの停止命令を無視してエンジンを限界まで吹かすんだ。機体が壊れるかどうかのギリギリの勝負だぜ。葉巻を噛み締めながら巨体を揺らして奮闘するその姿は、まさに神様、仏様、ケネディ様と崇めたくなるほど、圧倒的な頼もしさを観客に見せつけたんだ。神様、仏様、ケネディ様、すごいキャッチコピーね。でも、それだけ彼が頼りになったってことか。命令違反をしてでも自分の腕を信じて人命を救うなんて、男惚れしちゃうわ。ああ、
この作品での彼があまりに魅力的だったからこそ、その後のシリーズ全4作すべてに皆勤賞で出演することになったんだ。彼さえキャスティングすればハッピーエンドになると言われるほどの安心感。その原点がここにあるんだぜ。第1位、暴力脱獄、1967年。栄えある第1位は1967年の暴力脱獄だ。ポール・ニューマン主演、権力に屈しない男ルークの生き様を描いたヒューマンドラマの傑作で、我らがジョージ・ケネディはこの作品で、キャリア唯一のアカデミー助演男優賞を受賞しているぜ。アカデミー賞受賞作。ついに頂点ね。でも、主役はポール・ニューマンでしょ？ジョージ・ケネディはどんな役で、どうして賞を得るほど評価されたの？彼が演じた刑務所のボスドラグラインの心の変化こそが、この物語の核心なんだ。物語の当初、彼は新入りのルークを敵視するコアモテのリーダーとして登場する。二人は命を懸けた殴り合いをするんだが、何度倒されても不屈の闘志で立ち上がるルークに、ドラグラインは精神的に打ち負かされ、リーダーの座を譲ることになるんだ。殴り合いの末に相手を認めるなんて、熱い展開ね。それからは仲良くなるの？ああ、彼はルークの親友となり、ゆで卵を50個食べる賭けなんかでも、誰よりもルークを応援するマネージャーのような存在になる。だが、この映画の真骨頂はラストの悲劇にあるんだぜ。二人は一緒に脱獄するんだが、ドラグラインは途中で死にたくないという人間の根源的な恐怖と、親友への思いの間で激しく葛藤してしまうんだ。一緒に逃げたんじゃないの？恐怖でどうなっちゃうの？彼は恐怖と、親友を死なせたくないという複雑な感情が混ざり合った歪んだ愛から、警察にルークの居場所を密告してしまうんだ。二人は教会で包囲されるんだが、ドラグラインは自分が話をつけてくるから、お前は助かると信じて、投稿を進めようとするんだ。決して裏切ったわけじゃない。彼なりに親友を救おうとしたんだよ。でも、警察は許してくれなかったの？ああ、ルークは窓越しに撃たれてしまう。その瞬間、ドラグラインの感情が爆発するんだ。泣きながら警官に襲いかかり、ルークを撃った男の首を絞め上げる。うわぁ。それだけ親友のことが大切だったのね。そう。権力に屈しないルークと、現実に翻弄されたドラグライン。ラストシーン、囚人たちにルークの伝説を嬉しそうに語って聞かせる彼の笑顔は、ルークの魂が彼の中で生き続けていることを感じさせる。映画史に残る名演だぜ。総評、まとめ。いやー、ジョージ・ケネディって本当にすごい俳優さんだったんだね。悪役から頼れるリーダー、コメディまで、どんな役でも彼ならではの味があるわ。ああ、2016年に91歳で亡くなるまで生涯現役を貫いた、まさに映画界の巨人だぜ。ちなみに彼は第二次世界大戦で16年間も米軍に在籍していたんだ。その経験が、彼のスクリーンでの頼れる男としての説得力につながっていたのかもしれないな。主役以上に記憶に残るイブシギンの魅力は、永遠に色褪せないだろうな。みんなの心に残るジョージ・ケネディの映画はどれだったかな？エアポートの頼れる姿や、裸のガンを持つ男のボケっぷりなど、ぜひコメント欄で教えてね。懐かしい思い出話も待ってるわよ。この動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録を忘れずにな。それじゃあ、また次の動画で会おうぜ。ご視聴ありがとうございました。